久しぶりにミドルクラスのシューズを買ったので、トップクラスのシューズと比較してレビューをします。ミドルクラスのシューズはプレデターリーグ HGAG ジャパンです。もともとプレデターエリートを愛用していましたが、新しいモデルにリニューアルされたことで面白い感覚の変化がありました。2つのクラスの分かりやすい違いは5つです。1つ目はアッパーのグリップ力です。凹凸のあるアッパーにラバー加工がされている点は同じですが、エリートのつぶつぶ素材の方が強いグリップを感じられます。端部分にもこの加工がされていて、その差は大きそうです。2つ目は中足部の素材で、エリートはくり抜かれた裏地の上から薄いマイクロファイバーが貼られるような構造になっています。これによりスパイクはさらに軽量になり、フィット感と通気性が向上し、長時間履いていても蒸れない快適な履き心地になっています。一方で、ミドルクラスは全面同じ素材が使われています。3つ目は履き口の素材です。エリートはプライムニットが採用されています。足の形に合わせて自在に伸びるため、足入れが快適になり、プレー中の足首の自由度が増します。ミドルクラスの方は厚みがあり、見るからにがっしりとした安定感がありそうです。4つ目はヒールカウンターの補強です。エリートは赤い部分の補強が追加されています。ミドルクラスでは補強がありません。5つ目はソールのパワースパインです。パワースパインはプレデターの象徴的な機能で、キックの軸足の安定感などが向上します。これはエリートには搭載されていますが、ミドルクラスには搭載されていません。それでは、怪我の影響で思い切りプレイできませんが、実際に履いて感覚を確かめます。まずはエリートです。重量は27センチで 200g とかなり軽いです。履いた瞬間から足なじみが良く、メッシュアッパーのフィット感は好印象です。モレリアなどの天然比較のスパイクでは 26.5 センチを履き、プレデターのような人工比較のスパイクでは27センチを履いていますが、今回も27センチでサイズ感はちょうどいい感じでした。まずステップワークをしましたが、ここではあまり好感触でした。アウトソールの感触は良く、曲がりすぎたりねじれすぎたりすることもなく安定感がありました。FG ソールのスタッドは今までのスタッドよりもグリップ力が高まっていると思います。ではなぜステップワークで好感触ではなかったかというと、アッパーのホールド感が物足りなかったからです。まず動いていてニットの履き口周りに隙間ができてしまうのが気になりました。前回モデルと比べてヒールの形が広くなっているためだと思います。ホールド感が物足りなかったため、切り返しをするときに足がブレてしまう感覚がありました。足首やかかとの広さが広めの人にはむしろちょうどいい気がします。また、中足部の素材が切り替わっていることもホールド感が弱くなったと感じた理由かもしれません。中足部が軽くて柔らかい素材になったおかげで履き心地は良くなりましたが、前回モデルまでのがっしりとしたホールド感は感じにくくなりました。ソールのグリップ力が高まっている分、アッパーががっしりと足をホールドしてくれた方が自分の好みで、F50 やコパといった他のモデルとも差別化ができてよかったかもしれません。次にドリブルをしましたが、これは好印象でした。切り返しで足がブレる点はステップワークと同じですが、アッパーのグリップがかなり効いていた気がします。ピッチコンディションは少し濡れた天然芝でしたが、正確にボールをコントロールすることができました。次にキックです。怪我の影響で思い切りキックはできませんが、蹴り心地は最高でした。インステップキックはロングタンのおかげで紐の影響を感じずにインパクトできます。アッパーは薄く、ボールをダイレクトに捉えられる感触です。特にインフロントキックでは持ち味が存分に発揮されていました。蹴っていてラバーのグリップ力を強く感じます。インサイドへのパスとコントロールもやりやすく、こちらも薄いアッパーのおかげでボールをダイレクトに捉えられる印象です。エリートの試し履き終わり、次にミドルクラスのプレーターリーグ HGAG を履いていきます。履いた瞬間からエリートとの違いを感じます。皮が厚く馴染むのに時間がかかりそうです。HGAG ソールということもあり、重量は 223g と 20g ほど重くなっていました。ですが、個人的には230ぐらいまででしたら大きな差は感じないので、重量に関しては問題ありません。まずステップワークをしています。アウトソールはやや硬く突き上げを感じましたが、すぐに慣れました。HGAG ソールのグリップは当然 FG ソールと比べるとマイルドでしたが、滑って転ぶようなことはなくちょうど良かったです。そしてアッパーのホールド感ですが、これはエリートよりも好感触でした。強いホールド感のおかげで切り返ししても足がブレることなく、スムーズに次の動作に移ることができます。厚いアッパーを使われているので当然かもしれませんが、何よりも履き口周りに隙間ができず、しっかり固定できる点が個人的にしっくりきました。続いてドリブルをしましたが、エリートと比べてアッパーのグリップ力が弱く、ボールが滑る感じがしました。
アッパーが厚いのもあってボールを弾いてしまう感触があるのでタッチ感はあまり良くありませんでした。次にキックをします。インステップキックはエリートと同じようにロングターンのおかげで感触が良かったです。インフロントキックはエリートほどのグリップ力を感じませんでした。またインサイドキックの感触は完全にエリートに劣っていると思います。大きくプレーに影響があるわけではありませんが、アッパーに厚みがあるためボールをダイレクトに取られる感触はなかったです。2つのクラスのスパイクを履いて比較した感触をまとめると、エリートの方が軽くて柔らかく、フィット感がいいため、ボールを扱うキックやドリブルの感触が良かったです。ただ柔らかさゆえにホールド感がやや弱く、切り返しでの安定感が弱くなっていた気がします。その点においてはミドルクラスの方が優れていました。これらの点を比較して最後に結論を話します。今はチームに所属していませんが、もしサッカーの公式戦に出場するようなことがあるなら、私はミドルクラスのプレデターを使用すると思います。このように感じた理由は、現在のサッカーではスピード感が上がり、よりフィジカルな要素が重要視されているためです。特に私はサイドバックのポジションに入ることが多かったため、走ったり切り返したりといった動作が多く要求されることもあり、プレデターエリートのホールド感では守備面で不安があります。もちろん俯瞰スパイクを使用する選択肢もありますが、私はプレデターのクラシックなロングターンの見た目が好きなので、もしプレデターを試合で使うなら、ミドルクラスのプレデターリーグを使うかもしれないという結論になりました。ここ最近はトップモデルのスパイクしか買っていなかったため、これは面白い発見でした。もしかしたら現役でプレイする若い選手の参考になるかもしれません。これからも動画投稿を続けるので、参考になったらチャンネル登録をお願いします。